はい、こんにちは。今日はですね、ノートアプリの面白い使い方をちょっと紹介していきたいと思います。皆さんね、ノートアプリで、文字を書いたりすると思うんですけど、なかなかこの文字が綺麗に書けないっていう人いると思うんですけど、そういう人のために iPad で、文字をうまく書くための練習方法っていうのを今日は紹介していきたいと思います。で、私もね、そんなに文字上手い方じゃないんですけど、今日紹介する方法とかをですね、たまに実践して練習したりしてますね。で、今日使うアプリなんですけど、ノートシェルフ2っていうのを使います。ノートシェルフ2です。で、これ結構有名なノートアプリですね。多分、グッドノートとノータビリティと、次ノートシェルフ。この3つが3大ノートアプリだと私は思ってるんですけど、そのうちの1つ、ノートシェルフを今日は紹介していきます。で、ノートシェルフの値段なんですけど、今1200円ぐらいですね。なので、他のアプリもそれぐらいなので、今回のやつとか見てね、一番いいやつを決めて、興味あったらダウンロードしてもらえればいいと思います。はい、ということで、今日は、iPad で文字が上手くなるの巻です。はい、ぜひ楽しんでください。はい、じゃあ始めていきます。まずノートシェルフ開いて、右上のプラスボタンから新規ノートブックで新しいノートを作ります。で、表紙と中面の、レイアウトを選べるので、ここから表紙を選んでいきます。で、このノートシェルフですね、結構この表紙のデザインの、バリエーションがすごく多いです。他のノートアプリに比べてもかなり多いですね。結構ね、こういうカラフルなのが多いですね。で、今回はこの中からエスニックっていうやつを選びます。で、中面のレイアウトは何でもいいです。今回はね、あんまり中面のレイアウトは関係ないので。で、名前つけて始めていきます。でですね、このノートシェルフの使い方なんですけど、使い方自体は他のノートアプリとあんまり変わらないんですね。なので、このツールの使い方自体はあんまり今日は紹介しないんですけど、今日一番紹介したいのは、このノートシェルフ、ペンの種類がすごいたくさんあるんですよ。4種類あります。で、ざっくり説明していくと、この1個目がボールペンの1ですね。で、次2個目。これが万年筆です。で、ちょっと太めですね。で、3個目がボールペンの2。1個目がボールペンの1、2個目が万年筆、3個目がボールペンの2、で、4個目が鉛筆です。この4つがあります。で、左側のギアマークのところに、この Apple Pencil の筆圧とかをいじれるところもあります。で、基本的には筆圧はオンにしておいたらいいと思います。で、ダブルタップの機能もありますね。ダブルタップはこのペンの側面をパチパチっとダブルタップしてあげると消しゴムになって、もう一回ダブルタップすると、ブラシ、ペンに切り替わるっていう機能です。で、ちなみにですね、他のノートアプリのブラシの種類なんですけど、ノータビリティはブラシの種類2本です。で、グッドノート4も2本。で、グッドノート5はブラシの種類3本ですね。なんですけど、このノートシェルフだけ4本あるんですね。なので、この4種類のペンを比較しながら、使い分けながら今日は文字がね、上手くなる練習をしていきます。で、まずやることなんですけど、皆さんサファリを立ち上げてください。サファリです。他のブラウザでも大丈夫です。で、そこで、ペン字の見方っていうサイトを検索してください。ペン字の見方です。で、このサイト何かっていうと、文字を上手に練習するための練習用紙の PDF が無料でダウンロードできるんですよ。面白いでしょ？こういうの。で、例えば、ひらがなとかカタカナとかいろいろあるんですけど、ひらがなを開けると、こういう感じの PDF が開いて、こうやってなぞり書きできるっていう感じですね。で、こういうの皆さん昔よくやりましたよね。小学生の時に国語の時間でね。なんか私も宿題とかでこういうのめっちゃやった覚えがあるんですけど、今の子供たちやってるのかな？ちょっとわかんないんですけど、こういうのがね、たくさん落ちてるんですよ、このサイト上には。で、例えば、この漢字とかもあって、1級、2級、3級とか。
レベル別で漢字シートが載ってたりとか、あとは都道府県っていうのがありますね。都道府県は各都道府県の名前がバーって書いてあって、その漢字を練習できるシートです。で、今回はちょっとこの PDF をダウンロードしていきますね。右上の書き出しのところから、ノートシェルフにコピーっていうボタン出てくるので、これを押してください。そしたらノートが勝手に開かれますね。さっきの PDF がこのノートシェルフに読み込まれます。こんな感じで。で、ズームして、この上からペンでなぞっていくっていうだけです。ちょっとやってみますね。一番最初ペンの位置でやっていきます。で、こっからですね、この文字をなぞって、練習していくだけっていう結構シュールな動画になっちゃうので、ちょっと雑談でもしようかなと思ったんですけど、何がいいかな。そう、この PDF、今近畿地方の PDF を選んだ理由は、私京都出身なんですよ。今は東京に住んでるんですけど、京都出身です。でね、なんで、もともとは関西弁なんですよ。だからすごい今ね、関西弁を隠しながらいつもアフレコしてるんですけど、たまにちょっと関西弁出てるかもしれないですね。でもそれも結構面白いかもしれないですね。今度やってみようかな。京都弁で iPad を使いながらデザインのチュートリアルをするっていうの結構面白そうですね。誰もやってなさそうなんでやってみようかな。もしなんかやってほしい人いたらいいねボタンぜひ押してください。はい。で、そんなことを話してるとですね、だいぶ出来上がってきましたね。こんな感じ。上のお手本を見ながら、マス目に沿って同じように書いてあげると、割と綺麗に書けると思いますね。字が下手で自信ない人はぜひやってみてください。で、次いきますね。次なんですけど、4種類のペンでどれが一番文字がうまく書けるかっていうのをちょっと検証していきます。で、さっきのペン字の見方のサイトの中に名言格言っていう PDF が入ってるページがあるんですね。ここを開きます。ここにね、すごいたくさんね、名言集が載ってますよ。例えばね、ヘレン・ケラーとか、あとナポレオンとか、マザー・テレサとか、あとね、アンパンマンとかもあるの。アンパンマン。アンパンマンもあるし、ドラえもんもあるし、金八先生もあります。なんかこっからちょっと好きな名言を探して、それをちょっと開いていきます。で、私が今日選びたいやつは、アインシュタインの名言です。これ、読みますね。学べば学ぶほど自分が何も知らなかったことに気づく。気づけば気づくほどまた学びたくなる。アインシュタインです。すごくいい名言ですね。で、私もですね、この iPad の YouTube チャンネル始めてからまさにね、この状態が起きていて、結構 iPad のこと知ってるかなと思ってたんですけど、なんかまだまだ全然知らないこといっぱいあったりとか、あとはね、やっぱりそうやって気づけば気づくほどまた学びたくなるんですよね。でね、視聴者の皆さんも、このアミティ先生見て iPad 買いましたみたいな感じで言ってくれる人とかめっちゃいて、もうめっちゃそれだけでも嬉しいんですけど、そういう人たちとこれからどんどん学んでいけたらと思ってます。でですね、ノートシェルフの方に戻っていくんですけど、今から何をするかっていうと、この4種類のペンを比較していきたいので、今一番上の行は、ボールペンの1で書いていきます。ボールペンの1はね、結構綺麗に書けます。さっきの、京都府を書いたやつと同じやつです。で、ボールペン1で一番上の行を書いて、次の行は、万年筆か。万年筆で書いて、次がボールペンの2。で、最後、鉛筆っていう順でどんどん書いていきます。で、この次がですね、万年筆ですね。万年筆。左から2番目。これで次書いていきます。これね、ズームがこれ以上できないみたい。で、書いていくんですけど、万年筆は正直書きにくかったですね。なんだろうな。なんかね、マーカーっぽいというか、綺麗な直線にやっぱりなってくれないんで、すごく書きづらかったですね。そもそも万年筆でうまく字を書く方法を知らないだけかもしれないんですけど、それでも結構書きにくいなって感じですね。
のたとかめっちゃ下手くそですね。すいません。もうなんか公開処刑みたいになってますけど、まあ気にせず書いていきます。で、次行きましょうか。次がですね、ボールペンの2ですね。ボールペンの2。シャーペンとも言うのかな。まあ、ちょっとこれで書いていきますね。でね、これがね、かなり良かったんですよ。すっごく良かったです。なんていうかな、一番癖がないし、このインクの出加減というか、あと筆圧の感じもすごい良かったですね。これが一番書きやすかったです。で、最後のペンいきます。最後のペンが、鉛筆ですね。鉛筆で書いていきます。で、鉛筆はですね、悪くはないんですけど、良くもないですね。あんまり字を書くにはふさわしくないかもしれないです。多分、絵を描いたりとか、スケッチ書くときは鉛筆で書いた方がいいんですけど、字を書くときは違う方がいいかなって感じですね。はい、ということでこんな感じで完成になります。どうですかね。結果、一番自分の中で文字が綺麗に書けたなって思ったのは、上から3段目のボールペンの2ですね。ボールペンの2が一番いいかなって思います。で、ボールペンの1でもまあまあ綺麗に書けたんですけど、でもやっぱりボールペンの2が圧倒的に優勝ですね。で、その他のやつはちょっと逆に汚くなったというか、普通に書いた方が綺麗になったんじゃないのみたいな感じもしなくてもないですね。はい、ということで今日は以上にしたいと思います。iPad でね、文字を上手くなりたいって思ってる人は、ぜひね、こういう使い方をして、ちょっと小学生の頃を思い出して使ってみてください。で、あとね、小さいお子さんとかいらっしゃる方も、このやり方使って、お子さんに iPad を渡してね、練習させてあげるといいと思います。で、ペン字の見方の URL、サイトの URL は概要欄の方かコメント欄の方に載っけておくので、よかったらね、見てみてください。はい、ということでね、今日はこういったちょっと変化球なノートアプリの使い方を紹介していきました。他にもですね、iPad の使える技みたいなのたくさん紹介しているので、まだチャンネル登録してない方はぜひポチッとしていただけると嬉しいです。はい、では今日はご清聴どうもありがとうございました。バイバイ。